はようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日ははるばる静岡からお客様がいらっしゃいまして、こちらストラトキャスターの、リアのピックアップ、これを、シングルからハンバッカーに変えたいというご依頼です。すでにこのストラトに関してはボディの座繰り部分はもうすでにハンバッカーの座繰りがしてあるそうです。なので今日の作業としてはピックガードの部分のハンバッカーの大きさに座繰る、その加工ですね。ではまずですね、とりあえず弦を外しましょう。何はともあれ。まずはこのネックにですね、定規を当ててセンターを出さないといけないので、今ですねピックガードを外せるようにしたんですけれど、こんな感じで、座繰りはしてあります。これだとちょっとパーツ類がついてて邪魔なので、ピックアップとこの、ポット類とかを、ピックガードから外します。それで、ここの座繰り、この座繰りの部分が、ピックガードのこの端からどのぐらいのところから、座繰られてるかで、あとこっち側もどのぐらいまで座繰られてるかを、寸法を測ります。はい、取れました。さっき言った通り、ここの座繰りの部分、この部分が要はこっからここまでの間がピックガード上のどこになるのかを今計測します。このブリッジのこの端からここの座繰りまでがだいたいですね11ミリ、11ミリ。今記したここがボディの座繰りの端っこになりますね。でさらに今度こっち側、約56ミリ、56ミリ、ここからここまでが、座繰りの幅ということになります。
でボディの座繰りの部分が分かりましたね。なのでこの範囲でハンバッカーの穴を開ければボディ内部の座繰りと干渉しないっていうことが分かりますね。今とりあえずセンターの線、それから、ボディのこのねボディのこの範囲がピックガード上のどこに来るかっていうのが分かったので、次はこの元のシングルのネジ穴、ここを中心として位置合わせをしていきたいと思います。結構ね調べてみたらここの上側のこの座繰りの部分ギリギリなんですけれど、まあいけそうなので、この穴を活用する形で穴を開けていきたいと思います。今こうやって当てがってみて分かったんですけれど、ここの元のネジ穴を生かすためにはここをこう中心にしないといけないですよね。ところがそうすると微妙にこのシングルの穴のこの部分が覆い隠しきれないんですよ。なのでちょこっとここがこう真四角のハンバッカーの形にくり抜かれるんですけれど、ここだけちょっとふにってシングルの残りが残っちゃうことになります。でこれを今度逆に隠そうと思ってちょっとこう下にずらそうと思うと今度はここが使えなくなってしまうので新たに開ける穴が結構かぶっちゃうんですね。ですからどっちを取るかって言ったら、ここを使いたいので、ちょっとここの部分が、残ってしまうのは今回は、目をつぶって作業したいと思います。使う工具はですねトリマーですね。これは 6mm の刃です。で、こういうガイド付きのやつを使うんですけれど、このガイドテンプレートは約 4mm 大きく作ってあります。こういう感じですね。なので実際にこのガイドを使って、掘ると、マイナス 4mm の大きさに掘れます。一応真ん中の位置にも、ガイド線を引きました。これはなぜ引いたかっていうと、後でこちら側にもピックアップを吊るす穴を開けないといけないんですね。だからそのガイドのために今線を描きました。このガイドを取り付けるにあたっては両面テープを使います。ガイドなんですけれど、このようにうっすらセンターの線が書いてありますから、この線を合わせて貼っていきます。作業するときに見にくいんだよな、老眼なんだろうな。はい、これで OK ですね。でこの状態のまま下に何も引かずにガーってやってしまうと傷ついちゃいますから、こういうような端材を使います。はい、これで準備完了ですね。このトリマーでガーッとこう一周すれば OK です。あ、違った。真ん中のここにも両面テープを貼り付けておきます。一応こことこことあとこのくり抜く部分ですね。くり抜く部分の下も、くっついてます。これはなぜくっつけさせておくかというと、このトリマーでぐるっとこういうふうにポンと抜いた瞬間にここがフリーの状態だといきなりバーンって動いてチップしちゃうんですね。なのでそのために必ずここのくり抜く部分もしっかり留めておく必要があります。ただ真ん中に1箇所穴を開けて真ん中から徐々にこうやって繰り広げてカットしていくんであればそういう必要はないです。まあそっちの方が削り粉はいっぱい出ますけれど安全といえば安全ですね。まずこのマスキングテープをある程度剥がします。別に剥がさなくてもできるんですけれど、この刃にマスキングテープが粘着がまとわりついちゃうので、
ではこの状態で、切削していきます。こんなような状態ですね。こんな感じで、くり抜かれていきます。さらに続けます。で最後に、この削りカスとかが残ってるとちゃんとこのガイドに当たらないことがあるんですね。なので、一応多少きれいにしてから最後にもう一周します。はい、こんな感じです。はい、これで、あとはここの穴は、使えるので、こっち側に穴を開けて、完成です。じゃあ最後にこっち側の穴を開けていきます。ちなみにボール板はですね、下から2段目いくつだ800回転に設定してます。で鉄鋼アルミとかそういう金属をたまにこう削ったり穴開けたりする時は一番遅い500回転ですね。800回転でいつも使ってます。これで OK ですね。こういう感じで切り抜くことができました。ここがシングルピックアップの穴の名残ですね。この穴もシングルピックアップのマウントのネジの穴の名残です。ここら辺の角はバリが立ってるので、軽くこういうスクレーパーで一周撫でてあげるといいかもしれないです。特に後ろなんかはね、割とバリが出てることがあるので、これはほとんど出なかったですけどね。ピックアップカバーがないものは隙間が空きます。このぐらい。それはなぜかっていうと、ピックアップカバー付きのタイプを、マウントするときはカバーがつく分厚くなるんですよね。ですから、カバーがちゃんと入る大きさに、なってます。でこのハンバッキングのこのサイズっていうのはもう定格なので、一度こうテンプレートを作りさえすれば基本的にどんなピックアップでもはまるはずです。トレムバッカーとか、ポールピースの間隔が広いやつでも狭いやつでもそれは関係ないですね。はい、では今から、取り付けるんですけれど、その前にチェックが必要です。ここの座繰りの深さ、この深さを測ります。ボルトの方が長いですよね。なので、このままだと
ここに干渉してしまうので、このネジを適度にカットします。でここの下、このちょうどネジが当たる部分を、ドリルで一発穴開けてもいいんですけれど、あんまりそうするとですね、この裏側にはトレモロの、スプリングのキャビティも入ってるので、あんまりよろしくないので、こっちをカットします。でカットする際はピックアップを、だいたいギリギリまで、このぐらいまで下がればいいやっていう感じで、あと残りのこの出っ張りをカットしちゃいます。結構ギリギリかなこれもうちょっといっときましょうか。はい、これで一応、短くカットしたので、ぴったりはまります。 OK ですね。で次にですね、配線をしていくんですけれど、位相のチェックは必ずしてくださいね。このオリジナルのピックアップは位相がですね、これ見てくださいね。叩いた瞬間に針がマイナス方向へ触れるので逆位相でした。なのでディマジオのこのハンバッカーは4コンダクターの、シールド線ですから、位相は正位相にも逆位相にもどっちにも変えられますので、このオリジナルのピックアップ、フロントとセンターと同じ逆位相に配線します。別にこういうギターの関係の職人じゃない素人の人が自分でピックアップ交換できるとかってよくできるなと、こう見てると。いやでもね、できてるって言ってもたまたま音が出たとか、音は出て出る。その中で本当に電気のことを理解してちゃんと配線してるっていうのは数えるぐらいですよ、本当に。全体の本当それこそ何割以下でしょうね。いやだからもう本当世界中一体どのぐらいの人が知らず知らずのうちにハンバッカーなのにシングルで使ってたりとか、いろいろやってんのかなと思うと。今ネジを締める時に一個一個こう順番に追ってかなくて、こっちやったらこっち側、こっちやったらこっち側ってバラバラにやってたのが分かると思うんですね。これはなぜかっていうと、こういった新品のギターは問題ないんですけれど、オールドとかだとピックガード自体が収縮してしまってたりしてぴったり合わない時があるんですね、ネジ穴の位置と。なので順々にこうやってはめていくと最後の方になって全然穴の位置がずれたりするので、それを避けるために全く別の箇所をこうやって留めていきます。こういう、ちょっとしたことも経験から分かってくることですね。はい、これで完成でございます。ちゃんとねセンターも合ってますよね。
ポールピースと弦がちゃんと合ってますよね。でよく素人の方とかこの最初の冒頭で説明したこの位置決めの際にあそこでしっかりさせないとちゃんとこのセンターが出ないので、やっぱりそこがね一番重要です。まあどんなことでもそうなんですけれど、まず最初の下地というか一番最初が肝心ですね。ハンバッカーらしいいい音になりました。はい、いかがでしたでしょうか。先ほども言った通り位置決めが一番重要ってことですね。でよくあるのはボディの座繰り側の位置をちゃんとこう把握してピックガードの穴を開けないと、いざこう穴を開けて完成したと思ってこうピックガードを乗せてみると内部の座繰りに干渉してしまったりとか、そういうことが起きるので、やっぱり位置決めっていうのは一番重要ですね。で位置決めさえ終わればあとはもう穴を開けるだけですから、慎重にやれば OK です。はい、ということで以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。